RC 統合。こんにちは、どうもドスロです。はい、今日はですね、以前からやっている教章シリーズ、もうね諦めただろうと思ってる方もいるかもしれないんですけども、実はまだやってるんですよね。で、今度ねちょっと細かいところを変えていったらどうなるのかなっていうのでね、ちょっとまだチャレンジしたいなっていうふうに思っております。いろいろ変えればね良くなるのは分かってるんですけども、ちょっとね実験の方をしていきたいと思います。でそれでね発見できたことっていうのはね、また皆さんの方にお伝えしたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。今回ですね、まずはジャイロを変えてみます。これヨコモさんのね YG302 というちょっと古いモデルになるんですけれども、なんでこれを採用したかっていうと、このジャイロに関してはデジタルもアナログもいけるんですよ。よくある最新のジャイロとかだともうデジタルだけっていう風になってしまうと、ちょっとねこのサーボ、京商さんのこのサーボですね、ちょっと調べたんですけどもね、デジタルなのかアナログなのかっていうのがちょっと分かんなかったんで、それでこのジャイロを選択しました。デジタルもアナログもいけるものであれば、たとえこれがアナログであった場合とかでも使えることができます。ジャイロをねまずつけて走ってみた感想なんですけども、かなり乗りやすくはなりましたね。でこのジャイロをつけるにあたって、この最初からついている受信機に内蔵されているジャイロの原因なんですけれども、これはもうスロットルもステアリングも完全にゼロにしてあります。要はオフの状態ですね。でそこにこの YG302 を1チャンネルの方につなぎました。3チャンネルの方もあるんですけれども、これは確かねオンオフしか機能がなかったので、こちらの方は使ってません。ジャイロつけてね走って感想っていうのはね、かなり楽にはなります。で実際ねこのサーボを例えばそのデジタルのものでしてもらえれば、もっといい感じで走るのかなっていうふうには思いますけどね。で次にやっぱりねここのサーボのねリンクがもうぐにゃぐにゃなんで、これをちょっとでもね良くしようというところでこの輪ゴムをつけてみました。ちょっとね可動部分に輪ゴムが入ってしまって、多少渋くはなってしまうんですけれども、合成を上げるという意味でこちらの輪ゴムにしてみました。あとですね、こちらのねステアリングのタイロット、これも結構柔らかくてぐにゃぐにゃなところがあるので、これもちょっとね輪ゴムで補強してみようというところで輪ゴムの方をねちょっとつけてみます。でそれでね走ってってどうなるのかっていうのをねちょっとね確かめてみたいと思いますんでね、よろしくお願いします。輪ゴムをつけてこことここにつけた時っていうのはなんかねだいぶステアリングがカチッとしていい方向に行ったなっていうのはありますよね。ハンチングも気持ち減ったんじゃないかというふうになります。
あとこちらステアリングもねかっちりさせようと思ってここにも輪ゴムをつけたんですけれども、ここのボールとここのボールにゴムをかけるわけなんで、そうするとなんかどうしてもナックルとかが引っ張られちゃうような感じになって、ちょっとねストレートまっすぐ行こうっていう感じにかなりなります。あと、ステアリングがかなりもっさりするので、抵抗がだいぶ増えちゃったなっていう感じがしたんで、これはあんまりおすすめしないかなって気がしますね。なんで、結論から言うとね、ここのジャイロにこの輪ゴムというところになります。あまりにもこういう風に締めちゃうとね、負荷がかかっていろんなところが壊れてしまうといけないので、このぐらいにしたいと思います。で、今後はね、ちょっといろんな部品をね、変えた感じでもね、ちょっとまたやっていきたいなというふうに思っております。それでは今日はこの辺になります。さようなら。さようなら。